YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。8月11日日曜日、とうとうお盆休みに突入しましたね。本日も快晴です。このままお休み中ね、ずっと晴れてくれるといいんですけどね。なんとか目視で発作の数を確認できるようになってきました。今年の発作は不作かと思ってましたけどね、意外と実がついてるかもしれないですね。今年もまたジャム地獄が始まるんでしょうか。そして昨日金柑の花が咲いてると思って喜んだんですけど、1日経つとどうやらこれは新しい葉っぱだったみたいですね。金柑が実るまでの道のりは遠いです。相変わらず絶好調のコンポストと、葉っぱだけは元気に生い茂るイチジクのドーフィンちゃん。来年こそは実ってほしい。ビワの葉っぱも新しいものがわさわさに生えてきましたけど、ババアはね、血糖値を抑制するためにビワの葉を収穫して乾燥させて煎じて飲むビワの葉茶を作っています。これ意外と効くかもしれない。キショヒビムテヤ。ちょっと何ですかこの猫。そういえば初めましてですね。ククサイヘビアリ。失礼ですね。あなた僕の後輩ですよね。少しは先輩を敬ったらどうですか。よしひこをよろしくねにょろうさん。よろしくされたくないんですが。女の子ですよ。初手間違えてるじゃないですか。助けてくださいチョロコさん。アイリ、ナンドカナムグサワ。久しぶりなのに扱いひどくないですか。これで家族が勢ぞろいですね。ミチヨママアソンデヤ。Mapila Goman Yadi. Mamano tonally nedalokana. Kusoboki Ga. Mama Michia Koi Yang. Mama Cho Utelu Yang. 仲良しですね。Baba Mates Wetalu. 仲良しさんたちに新しいチュール買ってきたよ。Honma Yoshihiko Kawayua。昨日水俣市深川の観音堂祭りにお呼ばれして行ってきました。お誘いいただいたのはね、この狐の嫁入り楽団のボーカル柏木さん。お声かけありがとうございます。旦那氏も歌うよ。ちなみにババアは見てるだけ。こういう感じのね、地元で長く愛されてる手作り感のある祭りって楽しいですよね。さて本日は早朝からワンタンの皮作り。米ぬか 20%、加水率 55% の生地です。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。お盆休みに入ってね、ずっと一日休めるかというとなかなかそういうわけにもいかなくて、何かとバタバタとしてしまうんですが、そんな時はね、お昼ご飯を作るついでになんなら晩ご飯も作ってしまおうということで、手作りワンタンと作り置きのおかずを作ろうと思います。まずはしめじと人参と小松菜でワンタンのスープを作ります。でもね、捨て辺でババアなので、こういった小松菜の根っことか人参の端くれとかね、あとこの小松菜の茎の硬いところはみじん切りにしてワンタンのひき肉の中に一緒に混ぜ込んでやろうと思います。生ゴミもね、できるだけ出したくないので、一応生ゴミは植木鉢のコンポストで処理をするようにはしてるんですけど、容積的にちょっと限界があるのでね、極力生ゴミを出さないように、食べられる部分は食べてしまえというね、そんな方針でやっております。ワンタンのスープはアイリスオーヤマの圧力鍋の鍋モードで作ります。アライグマババカルのじゃがいも洗い。ここ変わり場ではね、もう見慣れた食材ですけど、やっぱりじゃがいもがあるとね、何かと便利なんですよね。じゃがいもの周りにぐるっと切れ目を入れて皮を剥きやすいようにしています。
今回もレンチンしようと思ったんですけど、今回はレンジをね別の調理で使うので、今回はじゃがいもは茹でじゃがいもにします。ババカルはまだまだ野菜を洗うよ。相変わらず農家さん直売コーナーのナスや人参やピーマンは新鮮ですね。この人参はきんぴら用です。そしてピーマンの半分もきんぴらに使おうと思います。ピーマンね、新鮮で美味しいんですけど、カットするのがね、めんどくさいんですよね。ししとうがあれば必ずししとうを買ってたと思います。きんぴら用のピーマンも細切りにします。そしてこちらはレンチン料理用のピーマン。ざっくりとレンチン料理用ってなんだって思われると思うんですけど、ただね、ピーマンとナスビとささみを並べてレンジでチンとするだけです。これは果たして料理なのでしょうか。動画には撮ってないんですけど、晩ご飯でほぼほぼ毎回この料理作ってる気がするんですよね。味付けなんてね、ポン酢とマヨネーズだけですからね。しかも日頃はささみじゃなくてウインナーとかで肉成分を代用してるんでね、今日はちょっとだけ豪華なレンチン料理です。料理なのか？いつもね作ってるんで、いい感じに手慣れてて雑な感じがにじみ出てますね。少々皿から盛り上がったとてレンチンすればね、傘が減るので、こんなもんはねラップでギュウギュウと押さえつけてしまえばいいんです。500ワットで15分レンチンしました。じゃがいもも茹で上がったので、お湯を捨てて粗熱を冷ましておきます。そして昨日買って食べ損ねてた厚揚げを味噌マヨグラタンにしようかと思います。これがですね、動画で撮影するほど見栄えのする食材ではないんですけど、実はメインを張れるぐらいめっちゃ美味しいんですよね。これ厚揚げをざっくりと切って赤味噌とマヨネーズで和えてチーズをのせてオーブンで焼くだけなんですけどね、これもうねご飯何杯でもいけます。厚揚げが結構淡白なのでね、チーズもたっぷりめにのせると美味しいと思います。いい加減オーブンを掃除しないといけないですね。奥の方になんか変な焦げがついてる。250度の上下ヒーターで20分焼きました。合いびき肉を買うつもりでしたけど、20% 引きとなったらもう豚だろうが牛だろうが鳥だろうがね、そんなもん関係ないです。ということで今回のチョイスは鶏ミンチ。その中に合法パウダーと醤油をたらっとして粘りが出るまでしっかりと混ぜます。生姜にんにくオイルもたらっと入れておきました。さて、しっかりと寝かせたワンタンの皮。この皮をできるだけ薄く頑張って伸ばしていきます。といってもね、パンマットも敷かずにこのまな板で済ませようというね、私のこのやる気のなさが伺えるんじゃないかと思うんですけど、今回はねあれこれといろんな品数を作るので、だんだん時間が足りなくなってきちゃって、一応ねテーブルにパンマットは敷いて用意してたんですけど、めんどくさいのでね、このまな板伸ばしシステムに変更しました。加水率 55% の生地なので、そこそこに弾力があります。なのでね、こうやって伸ばしても伸ばしても寄せては返す波のように生地が戻ってきます。生地の中に時々黒く映っているものは米ぬかの塊ですね。メランジュールロボさんにこねてもらったのでね、塊が残っちゃってますね。薄めに伸ばした生地を超適当なざっくりとした感じで四角くカットします。なんならね、三角の生地もあるけど、まあなんとかなります。本当はね、パンマットの上でね、もうちょっと薄く気合を入れて伸ばしたかったんですけどね、なんか水餃子の生地並みに分厚いですけど、関係あらへん。そんなもん包んだったらええんです。生地の端っこにひき肉のあんを乗せて、このヘラごとくるっと巻き込むような形で包んで、あとは両端を閉じて、なんだろうな、これプレゼントのキャンディーボックスみたいなね、なんかこんな形のやつありますよね。この形に包んだものを大量に量産して、一旦下茹でをしておきます。
スープの中で直接煮込んでもいいんですけど、こんな感じで結構濁るんですよね。スープにとろみがついて好きだっていう方はね、ワンタンスープの中に直接入れて煮込んでもいいかなとは思うんですけど、今回は別茹でにしてみました。スープだけの段階で結構ね、警戒水域に来てるような気がするんですけど、あと第2弾のワンタンを鍋に入れるんですけど、その間にサイドメニューのきんぴらを作ります。そして粗熱を冷ましておいたじゃがいもの皮を剥いて、合法パウダーをパラッとかけて粉吹き芋にするつもりだったんですけどね、合法パウダーが焦げちゃいました。塩にしとけばよかったな。レンチンされしナスたち、上からポン酢とマヨネーズをぶっかけちゃいましょう。非常にね、殺風景な料理ですけど、この組み合わせが美味しいんですよね。厚揚げの味噌マヨグラタンも完成しました。危険水域ギリッギリのワンタンスープ、よく吹きこぼれなかったなとね、胸をなで下ろしています。それでは盛り付けていきましょう。実は本当はね、冷製ワンタンスープにするつもりだったんですけど、うっかりとね、ギリギリまで火を通してしまいました。なのでね、旦那氏には熱々の状態のものを食べていただきましょう。まあ私も食べることになるんですけどね。完成しました手作りワンタンと作り置きのおかずたち。秘技夕飯回し。それではいただきましょう。これだけ作ってればね、もう晩ご飯は作らなくていいので、あとが楽ちんです。っていうか晩ご飯残るよね。食べ尽くされてしまう可能性もなきにしもあらずですが、まあ大丈夫でしょう。このワンタンもね、半分はまだ鍋の中に残してるので、晩ご飯では冷やしワンタンで食べようかなと思います。相変わらずね、左奥の方には旦那の米が鎮座して、まるでね、米が小皿のような扱いでご飯のセンターにおかずが乗っけられてますけど、今回の私の主食はワンタンの皮で十分にね、炭水化物を摂取できるので、パンもお米もなしでワンタンが主食ということでいただこうと思います。このね、ちょこちょことつまんで食べる感じが本当に楽しいんですけど、このナスのレンチンのやつめっちゃ美味しいんですよね。ほぼほぼ毎回食べてる気がするんですけど、これやめられないですね。なんか小鉢みたいにね、つまむものが多すぎてなかなかメイン食材に箸が伸びないんですけど、たまにはこんな感じの食事もいいかな。さてワンタン、鶏ひき肉を使ってるし、スープもあっさりめなのでね、優しい味なのかなと思って食べましたけど、途中で入れた生姜にんにくオイルのパンチが効いてて、なかなかヘビーなやつでした。これは美味しいですね。背脂とかね、もやしとか乗せて家系ワンタンとか作ってみたいですね。まあ皮の厚さ的にワンタンというよりもね、水餃子に近い食感になってしまったんですけど、これはこれで美味しかったです。まだまだね、日差しが厳しいので、日中はなるべく外に行かずに、午後からまったりと動画編集でもして、お盆の休暇を楽しもうと思います。ということで美味しかったです。さよなら。